こんにちは、スーです。年中暖かいフロリダでも朝夕は涼しくなって秋らしくなってきました。早いものでアメリカでの駐在員生活も4年目に突入しております。現在はフロリダに住んでいますが、実はアメリカに来て最初に住んだのはカリフォルニアなんです。と言いますのも、我々家族はアメリカの中で転勤をしておりまして、2つの町で暮らしたことがあるのです。最初の赴任地はアメリカ西海岸、カリフォルニア州のロサンゼルス近くの日本人駐在員が多く住んでいるエリアでした。ここでの生活は今思えばおしゃれな日本という感じでしたね。ここに約1年住んで、夫の仕事の都合で現在住んでいるアメリカ東海岸フロリダ州の西の外れ、日本人駐在員が住んでいないエリアに引っ越してきて早2年が過ぎました。実際に2つの対照的なエリアに住んだ経験をもとに、日本人駐在員がいる町といない町は何が違うのか比べてみたいと思います。治安、学校。日本では住む場所を決めるときって治安って大して問題にならないと思うのですが、アメリカでは地域によって本当に大きな差があります。最初の赴任地はアメリカで最も安全な街に選ばれたこともある街でした。治安は学校のレベルに直結していて、ここでは公立の学校もレベルが高く、子どもたちは近くの公立の学校無料に通わせていました。次男は家から少し離れた日系の幼稚園へ通っていました。現在住んでいるところはクライムマップ上では治安レベルが低く、それに合わせて公立の学校のレベルも低くなっています。子どもがいじめなどに遭うことを懸念して、特に引っ越した時期がコロナが広まってきて、アジア人へのヘイトクライムがひどかった時期っていうのもありまして、レベルが最初の赴任地と同じような私立の学校有料に通わせることにしました。治安の良し悪しに関しては実際生活してみて大きな違いは感じませんが、アメリカに住んでいるので、どこに住んでいようが夜の外出などはしないようにして、危ないことには足を突っ込まないように気をつけて生きています。食べ物、日用品。最初の赴任地は日本人が多く住んでいるだけに、日本食スーパーがいくつもあり、日本に比べると高い価格設定ではありますが、食品も家電も大体のものは買うことができました。ダイソーもあったので、ちょっとしたものも簡単に揃えることができてすごく便利でした。現在の赴任地は日本食スーパーこそないですが、アジアスーパーがあるので最低限の必需品は揃いますが、十分かと言われると私にとっては十分ではないですね。家。最初の赴任地ではアパートに住んでいました。鍵のリモートコントロールで開閉するゲートに囲まれていて、ガレージ付き、防犯対策も万全。共用ですが、敷地内に公園とプール横にはバーベキューグリルとパーティーをする空間が併設されていました。フィットネスマシンが使える施設もありました。間取りは2ベッドルーム2バスルームでした。日本でいうと 2LDK の間取りです。現在の赴任地では希望にかなう小さい間取りがあまりなく、戸建てをレンタルしています。運がいいことに我々が住む直前にリノベーションした家で、家電も新品、内装も綺麗な状態です。庭がめちゃくちゃ広いのもありがたいです。間取りは3ベッドルーム 1.5 バスルーム。広くなったのに田舎なので家賃は最初の赴任地より下がりました。病院。最初の赴任地は日本語が話せるお医者さんがやっている病院がたくさんありました。小児科、内科、歯医者、眼科、産婦人科などありとあらゆるものに対応していましたね。アメリカは日本と違って病院に行く前にまずは予約を取るのですが、
電話も日本人の方が対応してくれるので本当にありがたかったです。現在の不妊地は当たり前ですが、予約も英語、先生も看護師さんもアメリカ人。私にはもうお手上げで、病院関係の手続きに関しては全て夫に任せています。なのでなるべく病院に行かないように気合を入れて日々生きています。補習校習い事。最初の不妊地は日本人学校もありましたし、補習校も選ぶのに困るほどたくさんありました。アメリカの現地の学校で英語を学び、補習校で日本語を学ぶというスタイルが確立されていました。習い事もそろばん教室とか、日本人の方のやっているピアノ教室とか、日本語で教えてくれるところがいろいろとありましたね。現地の学校の英語の勉強もわからなくなってきたら、在米歴が長い英語が話せる日本人の方が教えてくれるというチューターサービスもあったようです。現在の不妊地は日本人がいないのですから、補習校なんてあるわけがありません。オンラインの補習校も探せばあるようですが、最初の不妊地でコロナになってからしばらく通っていた補習校もオンラインでの授業になったのですが、これがうちの子には年齢的にか合っていなかったんですよね。なので現在は私が日本の勉強を教えています。うちの子たちはまだ小さいので、現地の学校の英語の勉強もなんとか私が教えていますが、学年が上がるごとにだんだんと難しくなってくるので、限界が近いように感じています。英会話を学ぶ環境。最初の不妊地では子どもは現地の学校で生の英会話を身につけることができます。夫は英語を話さないと仕事にならないので、身につきますよね。で、奥さんはというと、無料の ESL が大学や図書館、教会などで開かれているので、そこに参加すれば身につくのかもしれません。またお金を払えば駐在員相手の英会話スクールもあるので、やる気と時間があればなんとかなるのかもしれません。現在の不妊地も子どもは現地の学校で、夫は会社で、奥さんは大学や図書館や教会主催の ESL で学ぶというスタイルは同じなのですが、 ESL に通っている人のタイプが2つの町ではちょっと違うんですよね。最初の不妊地では日本以外の国から来ている方も駐在員という立場なのですが、現在の不妊地では移民の方が多いのです。結局私は、コロナが始まってしまったので ESL 自体がやってなかったり、子どもの世話で時間が取れなかったりで ESL のクラスに行ったことはありません。商業施設。最初の不妊地は都会に近かったので、近くにトレーダー・ジョーズもあるし、ホールフーズもありました。IKEA だってありました。ちょっと車で行けば大きいデパートがあって、ユニクロも日本食のチェーン店なんかもそのデパートに入っているという感じでした。なんならディズニーランドだってすぐ近くにありました。現在の不妊地はトレーダー・ジョーズもホールフーズも車で 1,2 時間かけて隣町まで行かないとありません。日本食レストランはなんちゃってはありますが、本格的なものはありません。でもディズニーワールドへは近いです。日本への行きやすさ。最初の不妊地は日本への直行便がある空港が近かったです。空港へも会社経由でハイヤーを手配すれば乗っているだけで着くという感じでした。日本からの帰りも長距離移動で疲れていて爆睡しても乗ってるだけで家に着くという快適さ、まさに至れり尽くせりでした。現在の不妊地はもちろん空港まで自分で運転して空港の駐車場でお金を払い車を止め、まず国内線で日本への直行便がある大きい空港まで行きます。乗り継ぎの時間次第では全泊しないといけなかったり、
最初の便が遅延すれば日本への便に乗ることさえできないので、いつも不安がつきまといます。2回飛行機に乗るので航空券代も高くなりますしね。日本人との触れ合い。最初の不妊地ではまず学校の送り迎えで出会います。買い物先で出会います。公園でも出会います。子供と日本語を話していると、日本語を喋っていることに気づいて声をかけてきてくれたり、こちらから声をかけたり、そこからお友達になっていろいろなところを案内してもらったり、食事をしたり、世間話をしたりしていました。話し相手に困ることはなかったですね。これは本当に心の安定につながっていたと思います。場所によっては日本人家族の密度が高く、ママさん同士の関係性が日本よりこじれる場合もあるようですが、どうやら私の住んでいたエリアはそこからは外れていたので、そういった体験はしていません。現在の不妊地では学校でも買い物でも公園でも日本人に会うことはありません。ただ私の場合は運がいいことに、引っ越す前に次に通う学校経由で同じ学校に日本人の保護者がいるという情報を教えてもらい、連絡を取って仲良くさせていただくことができたのと、偶然夫がゴルフ先で奥さんが日本人の方と一緒に回ったことがきっかけで仲良くさせてもらうことができています。今もこのお二人にどれだけ支えてもらっているか本当に感謝です。家族しか話し相手がいないのは辛い時も多々あります。いかがだったでしょうか。こうして比べてみると、日本人駐在員が集まる町は来月からアメリカに転勤ねと事例が出ても、なんとかやっていけるように長年かけて整えられてきた安心感があるのではないでしょうか。現在住んでいるところも、自分がもしアメリカ人で英語が普通に話せたらとってもいい場所なんですけど、やっぱり年々英語が話せないことが辛くなってきています。現在の不妊地に来て間もない頃、今も仲良くさせていただいている在米歴の長い日本人の方に、英語が話せないのに肝が据わってるねと言われて、駐在員の奥さんなんてみんなそうじゃないのと真意が分からずきょとんとしたんですが、こういう意味だったのかとしみじみ感じるようになってきました。1年くらいは一日一日を過ごしていくことに精一杯で、勢いでなんとか乗り切ってきたのだと思うのですが、生活に慣れて余裕が出てくるといろいろ見えてきてしまいますね。実際に2つの町に住んでみて、どちらにも住みやすいところ、住みにくいところありますが、現在の不妊地では英語が話せないときついです。言葉の通じる日本が恋しい。最後までお付き合いいただきありがとうございました。今後もアメリカ生活のあれこれを配信していきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。